どうもリュウクです。今回は僕の選んだベストなバックパック3選のトラベル編です。僕は今まで200個以上のバックパックを使ってきましたが、その中でも個人的にいいなと思ったものを3つ選んでみました。誰かの参考になれば幸いです。それでは行ってみましょう。まず最初に紹介するのがこのエイブルキャリーのマックスバックパックです。このマックスバックパックのいいところは30リットルというエイブルキャリーでも最大の容量を誇るバックパックなところです。エイブルキャリーは結構多機能なところが魅力的なんですが、その多機能さというかエイブルキャリーの持っているアイディアだったりコンセプトみたいなものを全部詰め込んだバックパックといっても過言じゃないと思います。僕の一番好きなところはカスタマイズ性ですね。見ていくと結構キリがないんですが、各部にループがくっついていたり、この辺も中にベルトが縫い付けられていて、なんかカメラキューブなんかを固定するのに使えたりだとか、あとはこの中の荷物を固定するためのバンドをここにカスタムで付けることもできますし、あとはこういう細かいポケットのところとかにもこういうループがくっついてたりするので、自分の旅のスタイルに合った使い方をさせてくれるっていうのが非常に魅力的なバックパックだと思います。あと結構大事なのが、この容量のクラスのバックパックの中ではかなりシルエットがかっこいいなと思います。こういう大容量のバックパックでクラムシェルオープンのものって結構ごつくて、なんというか要は機能に寄りすぎてしまっているとちょっとガジェットっぽい見た目になりすぎていたり、あとアウトドアに寄りすぎていくと登山のバックパックみたいな見え方をしてしまうものが結構多いんですけど、このバックパックは結構このアーバンな感じも保ちながらガジェットっぽすぎない見た目になってるかなと個人的には思います。荷物が普段から多い人は普段使いのバックパックとしても結構使っててもかっこいいんじゃないかなと思います。仕事でカメラを使う人だったり、体を動かす仕事の人で着替えやシューズなど頻繁に持ち歩く人なんかは結構普段使いのバックパックとして使っても非常に使いやすいかなと思います。反対にこのバックパックのちょっといまいちだなと思う点は重量ですね。大きいバックパックで PC コンパートメントや各種ポケットや高級な部材を使っているので、仕方ないっちゃ仕方ないんですが、荷物がたくさん入るということはかなり肩への負担はかかるので、少しでも重さは軽減したいところです。この本体の重さだけで 1800g あるので、荷物をかなり詰め込んでしまったりとか、重い16インチクラスの PC とカメラ機材と三脚なんかを入れてしまうとかなり肩への負担はかかってしまうと思います。エイブルキャリーはバックパックの中ではハーネスの構造や背面の構造を考えられているブランドなので、比較的肩への負担を軽減できる方かと思いますが、物理的に重量はかかってしまうので、そこは少し気になる点だなと思います。あとは細かいところだと、ここは好みの問題かもしれないんですが、このボトルポケットが中に入るタイプになっているので、人によってはここがちょっと気になるかなと思います。というのもペットボトルを入れる時や、ウォーターボトルを入れる場合はそんなに気にならないかもしれないんですが、三脚だったり折りたたみ傘なんかを収納する際は、三脚はちょっとここの構造だと収納しづらいかもしれないですし、折りたたみ傘なんかを入れる場合は濡れたものをここに入れてしまうと中へ浸水してしまう恐れがあるので、この構造が好きで外側に出てこないのでシンプルでかっこいいっていう人はいいかもしれませんが、今言ったことが気になる人はちょっと微妙かなと思います。次に紹介するのがミステリーランチのカタリストです。これはカタリストの中でも最大容量の26っていうモデルになってます。ミステリーランチの非常に人気のバックパック、アーバンアサルトの後継モデルとして出たのがこのカタリストというモデルになってます。
ミステリーランチは結構ミリタリーのバックパックを出してる、ブランドとして有名なんですが、アウトドアやミリタリーでのこういう機能性みたいなものを普段使いのバックパックに落とし込んだプロダクトもあるので、結構魅力的なブランドかなと思います。中でもこのカタリストというモデルはアーバンスタイルにミステリーランチなりに集約されているので、アウトドアチックで特徴的な見た目ではあるんですが、かなりいい感じに仕上がっている。ミステリーランチの中ではかなりトップクラスにいいものかなと思います。このバックパックの一番気に入っているポイントは、なんといってもミステリーランチらしい機能の多さです。特徴的なこの Y 字の3ジップデザインを開くと、トップの部分にポケットが3箇所備わっているので、頻繁に使わないものとよく使うものっていうのをかなり整理整頓して収納しやすいポケットの構成になっていると思います。次にこのカタリスト26のいいところが軽いという点です。先ほどのエイブルキャリーのマックスバックパックが 1800g だったのに比べ、このカタリストはスペック上は 1200g という重さになっています。容量が違うので一概に比較はできないんですが、こっちの30リットルに比べてこのカタリストの26リットルは、表記上は30と26でかなり容量は違うんですが、印象としては極端にこっちの方が物が入んないといった印象はないので、この軽さは非常にいいところだなと思います。そしてこのバックパックがトラベル用途に適していると思うのが、この大きなトップポケットです。旅先ですぐにアクセスしたいものっていろんなものがあると思うんですが、例えばバッテリーやパスポートや現金であったりスマートフォン、あとは国によって SIM を入れ替える場合は SIM カードを入れるためのケースなんかもここに入れる必要があるかなと思いますが、ここにとりあえずボンボン物を入れられるので、非常にこれは使いやすいなと思います。あとはこのトップポケットの裏側がメッシュになっているので、ここに物を入れたことを忘れて物を探そうとしても、こう全体をバッと開いた時に全て見通せる構造になっているので、ここに入っていたんだというのがすぐに見えるようになってます。ここも細かいですけど結構いろんなシチュエーションで効いてくるポイントかなと思います。あとは最初も言ったんですが、このメインスペースの3つのクイックアクセスというか上部のメッシュポケットが非常に視認性がいいので、ここを全部開くだけで何がどこにあるか一目で分かりますし、物を取り出す時じゃなくて入れる時、パッキングをする時も何をどこにしまうか考えながら整理整頓しやすい構造になってます。反対にこのバックパックのあまり良くない点は、両サイドのボトルポケットが結構単純な構造であるっていうところですね。この中に溜まったゴミや水なんかを排出するための穴の構造はこのボトルポケットには存在していないのと、あとは結構この表面の素材が、撥水性はそれなりにあるとは思うんですが、多分防水の繊維ではないと思うので、ここに物を入れた時に中に結露した水分なんかが入ってしまうような恐れがあります。あとはこれはトラベルカテゴリーとして紹介しているから感じるデメリットかもしれませんが、26リットルっていう容量なので、旅行用に使うバックパックの容量としては人によってはちょっと足りないなと感じるかもしれません。個人的には結構縦長のデザインで収納を工夫すれば結構物が入るので、このぐらいコンパクトなものを旅行で使うのも選択肢としてはいいんじゃないかなと思うんですが、そもそもこれはトラベル用途のバックパックとしておそらく開発されていないのもありますが、とはいえ普段使いのバックパックとしてはちょっと大きいなっていう感じなので、そこが若干人によっては中途半端に感じるかもしれません。はい、それでは3つ目の製品を紹介します。僕がトラベル用途で一番使っているのがこのリモートエクイプメントの GA31 というバックパックです。このバックパックはレビュー動画も出してますし、何度も動画に登場していると思うので、僕がこのバックパックを気に入っていることは知っている方もいるかもしれませんが、遠出をする時や荷物が増えそうだなって時はだいたいこのバックパックを使ってます。一番の魅力は何といっても拡張性とこのシルエットですね。このバックパックはロールトップになっているので、容量はかなり拡張することができます。この側面にもベルトがついているので、ここをマックスまで伸ばして拡張するとほとんどのシチュエーションをこのバックパックでカバーできてしまいます。大容量でありながらこのようにロールトップを折りたたんでグッと
締めていくと非常に薄くてコンパクトかつかっこいいシルエットになるので、これをそのまんま普段使いバックパックとして使ってもいいですし、行き先で荷物が増える予定なんかはこの状態で持って行ってしまえば、行きは非常にコンパクトな状態で移動できて、帰りは全てバックパックに荷物を詰め込んで両手を開けた状態で帰るっていうこともできるので、非常に優れているかなと思います。あとはこのバックパックのボトルポケットが非常に気に入っていて、結構シンプルな伸縮性のあるボトルポケットなんですが、このポケットが非常に使いやすいですね。伸縮性のあるポケットなので、濡れたものをここに入れていてもすぐに乾きますし、水分も外に逃げていきやすいので、中に水が浸水してくる心配もそんなにありませんし、あとは伸縮性の素材なので結構大きめのものもガッと入れることができます。あと何といってもこの最大の特徴のこのフロントポケットですね。ロールトップのデメリットとしては、バックルを2つ外して巻いてある部分を全部展開しないとメインコンパートメントにアクセスできないっていうデメリットがあるんですが、このバックパックはメイン収納を真ん中から一気に開くことができて、しかもかなり口が大きいので、このロールトップを毎回開かなくてもメインスペースに簡単にアクセスすることができます。中にちゃんと伸縮性のあるポケットもあるので、 PC なんかをここにケースを入れて収納することもできますし、僕なんかは MacBook をここに裸でそのまま収納したりしてます。荷物が多い時はここに直接 PC を入れづらいと思うんですが、このサイドを開くと、この伸縮性のポケットの裏側に入るようになっているので、この横から PC を出し入れすれば、このメインジッパーを開かなくても PC にアクセスすることができます。そして重量も 1500g と、さっきのミステリーランジのカタリストと比べるとちょっと重いんですけど、容量の拡張性とか機能性を加味するとかなり軽量かなと思います。逆にこのバックパックの少し気になるポイントもいくつかあります。まず1つ目はラゲージパススルーがないっていうところですね。ラゲージパススルーというのはスーツケースに引っ掛ける時なんかに使う、この背面によくある縦や横のベルトのことですね。最初に紹介したマックスバックパックにはこのように縦にラゲージパススルーが備わっているので、横向きでスーツケースにガッと固定しておくことができますが、このバックパックはラゲージパススルーがないので、荷物が非常に重くなって、かつスーツケースを持っている時でも簡単にスーツケースに固定するのは難しいです。あとは細かいところだと、このチェストストラップが取り外せないので、普段使わない人はこんな感じでぐるぐるここに巻いてまとめておいたりとかしないと、ここがブラブラしてちょっと使いにくいかもしれません。あとはこの PC アクセスが横になっていて、ジッパーですぐアクセスする場合はこの横からしかアクセスできないので、この状態では全然使いやすいんですが、このバックパックはロールトップなので、上にどんどん大きくなっていったり、幅の拡張性もあるので、物が増えれば増えるほどバックパックが膨張していきます。でこのバックパックを最大容量まで拡張した際に、結構このバックパックを PC を取り出すためだけに横にしたり縦にしたりするっていう作業が結構大変になってきます。で縦にしたまんまこの PC スペースを開けることもできるんですけど、容量が増えるとかなり PC が外側に押し出されてしまうので、安全性の観点からも横にした状態で取り出した方がいいかなと思うので、ここは少しいまいちなポイントかなと思います。あとこのバックパックの最大のデメリットというか良くないポイントは、日本で買えないというところですね。ここまでいいところを紹介しておいて買えないのかよと思うかもしれませんが、一応物理的に買うことはできます。というのも、海外サイトで購入するので個人輸入という形にはなってしまうんですけど、多少の知識があれば購入することはできます。ただ日本の代理店が僕の知る限りないので、知識なしで安全に買おうとするとちょっと難しいかもしれません。もしこのバックパックが気になって、頑張って
個人輸入で買いたいっていう人は、コメント欄とかで分かんないことを聞いていただければ僕の分かる範囲でお答えできると思います。以上、トラベル用途のベストバックパック3選でした。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューや日々に役立つ情報を発信しています。メインチャンネルのエミグラムでは解説では説明しきれないバックパックの魅力を映像で見ることができます。こちらも興味あればチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやってます。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。